こんばんは。はるです。今回は FC プロオープンで使われている選手たちを紹介していきたいなと思います。現在開催中の世界大会になってます。今回ウィーク8かな、8ということで TOTY が解消されて最初の FC プロオープンになるかなというふうに思います。ウィーク8のスカット制限としては、全員、スカット、ベンチも含めて全員で1700万コイン以内のスカットという風な、スカットの制限、コインの制限があって、かつ選手で言うと TOTY もしくは TOTY アイコンの選手がですね、ディフェンダー、そしてミッドフィルダー、アタッカー、それぞれのポジションで1名必ず入れないといけないという風なことになってます。こういうスカット制限の中ではありますが、現環境のメタ選手がですね、わかるんじゃないかなという風に思います。それでは早速紹介をしていきます。こちらが FC プロオープンウィーク8で使われている選手たちになってます。スタメン11人はですね、比較的よく使われていた、使用率が高かった選手たちになりますね。まずはキーパー、チェフですね。チェフが結構多かった。誤差ですけれどもね、多かったかなというふうに思います。おそらくベースのチェフだと思いますね。TOTY アイコンがあるんですけれども、そこまでコインをね、かける必要がないポジションにはなってしまいますので、キーパーのこのベースのチェフがよく使われていたなというふうに思いますね。そして右サイドバックがカフーですね。カフー。サンダーストラックアイコンの方もおられれば、スカットのその制限1700万コイン以内っていう風な中で決めて、ベースのカフーをね、使っていたっていう方も、おられました。ただカフーっていうのが、右サイドバック結構席巻をしていた、選手になりますね。この選手はまだまだ強いというか、十分トップクラスの選手になりますね。そしてセンターバックはですね、ウィンターワイルドカードのヤシン、そして TOTY のレナードですね。この2名がですね、もちろんこの組み合わせの方もおられましたし、それぞれ個々で別々使っているっていう方もおられました。ただ、おそらくセンターバックの中で言うと使用率が高かったこの2名かなと思いますね。ヤシンは結構、この1700万っていう風なスカットは結構幅が広がったっていうことも、あっての採用なのかなっていう風には思いますし、やっぱりキーパーからね、センターバックに変わってかなり能力アップグレードをされて、その海外のね、トッププロの方たちも、強いと認めるくらいのセンターバック選手にはなるんじゃないかなと思います。試合をね、見てても、やっぱりね、でかいんですけど、でかさはね、あるんだけれども、意外とね、持ちやすさがあったり、ドリブルの敏捷性とかバランスとか、結構高かったりとかはしますので、普通のセンターバックよりも結構持ち運んでいったりとかは、していたので、そういうところもいいのかな。で、また守備面に関しても結構ね、速いんですよね。見てても、ちゃんと相手のアタッカーに追いついていってるようなスピードをね、見せていたりとかはしましたので、かなりこの人も、明らかなね、メタセンターバックだなと改めて試合を見てて、感じましたね。で、そして TOTY のレナードですね。TOTY もしくは TOTY アイコンをディフェンダーだったりとか、ミッドフィルダー、アタッカー、それぞれでね、それぞれのポジションで使わないといけないって中で言うと、ディフェンダーの中で一番使われていたのは、この TOTY のレナードやったかなというふうには思いますね。それこそ TOTY アイコンもね、OK ってことになるので、リオ・ファーディナンドとかね、使われてもおかしくはないかなっていうふうには思いながらも、レナードが多かったですね。非常に使用率は高かったなと思います。もちろん Y を入れないといけないっていう制限の中で選ばれたカードにはなるんですけれども、やっぱりちょっとレベルが、違う別次元のですね、海外トッププロの方が使っているっていうことはですね、全然弱くはない。十分この世界大会での使ってもいいと思えるくらいのレベルの選手なんじゃないかというふうには思いますね。こういう人の持ちやすさっていうのがね、ありますし、自己らなさっていうのがありながら取り切る力っていうのも Y でね、高めた選手にはなるので、強さは十分に見ててもありましたね。で、そして続いて LB はサンダーストラックのアルフォンソ・デイビスですね。フラッシュバックのね、デイビスがいると思うんですけれども、SBC のカードは使えないというふうなことになってますので、その中で市場で買えるこのデイビスという風なことになりますね。LB はね、もうほぼほぼデイビスですね。9割、9.5 割、ぐらいはデイビスに、なってましたし、やっぱ速さっていうのがありながら持ち運ぶ力っていうのもあって、
攻撃的なサイドバックとしてはかなり優秀なんだなというふうに思いますね。で、守備もね、全然できる選手、能力以上にできる選手にはなりますし、それこそフラッシュバックのデイビスで作って使ってる方なんかはね、この人の強さっていうのを感じれるんじゃないかなというふうに思いますね。かなりこの人も、安定の、LB だなというふうなところですね。そして中盤3枚ですね。バルベルデ、デブライネ、プテジャスと、この3名が比較的使用率は高かったかなと思いますね。バルベルデなんかはですね、TOT 特別賞のカードも、使われてましたし、あとはレディアクティブかなのバージョンも、全然使われて、ました。で、またスタメンにいなかったとしても、TOTW のカードとかでベンチにいたりとかはしていたので、バルベルデ自体、本当に使用率は高かったかなと、思いますね。やっぱ中盤の選手として、非常にトップクラスの選手にはなりますし、ペースがね、90もあるっていうのが、素晴らしいなというふうには思いますね。若干ドリブルは重たいんだけれども、ただ、3シェムの一角だったりとか、2シェムの一角任せる上では十分なんだなというふうには思いますね。非常にこの人も強いですね。でそして、デブライネですね。TOTY のデブライネが、非常に多かったなというふうに思います。それこそスカット制限の中で、ミッドフィルダーの中で多分一番使われていた Y カードはデブライネ、だなというふうには思いますね。本当にこの人もですね、やっぱパスがめちゃくちゃうまいっていう風なところもありますし、デブライネだからこそ通ったみたいなパスもありながら、デブライネでも守備がね、しっかり、できるっていうのがこの Y のカードにはなりますので、普通にインターセプトをよくしていたりとか、ガツッと取りに行ったりとかはね、していた選手になるので、本当攻守万能な選手、かつシュートに関しても、結構ね、相手のキーパーが読まれてて、キーパー動かしてて、読まれてはいるんだけれども、今週で決め切ったりとかしていたので、遠目からね。なので、やっぱりその中でこの今週のプラスが新しくついたデブライネっていうのはでかいのかなというふうに思います。それでね、逆転勝利してたっていう風な試合もあったので、このワインのデブライネが試合を救っていたみたいな、そういうシーンも、非常に多くあって、さすが Y カードだなという風な印象ですね。でそして続いて金のプテジャスですね。プテジャス TOTY のね、カードも使われてはいたんですけど、ただ一人ぐらいやったかな。ほぼほぼやっぱり値段が高すぎるっていうのがあるし、かつ前線の選手でもうちょっと安くっていい選手はいるっていう風な感じにはなりますので、値段的な部分で、多分金のプテジャスを中盤起用で使われていた人が多かったかなと思いますね。でそして、アタッカーですね。前線3枚はミヤハム、TOTY、ハーランド、エンバペと、この3名が比較的多かったかなと、いうふうに思いますね。この3名の共存してる方っていうのはいなかったんですけれども、ただ、それぞれで使用されている率が高かった選手たちになりますね。ミヤハムに関しては結構多かったですね。で、また TOTY アイコンのね、カードもあるんですけれども、ただやっぱり高すぎるっていうようなところと、ベースのね、このハムで十分っていう風な感じですかね。もともと55で身長も小さいけれども、フィジカルでね、そこまで負けない力を持っていて、シュートもめちゃくちゃ上手い選手、パスもめっちゃ上手いっていう風な選手にはなりますので、もうほんとアタッカーの中ではもう超メタな、そんな選手になりますね。あとはプレイされてパワーシュートもついてたりとかしましたんで、その中でミヤハムのパワーシュートからちょっとポスト叩くみたいな、長距離からボーン、もうとんでもないシュート行くみたいな、そういうシーンもあったので、結構このパワーシュートとかうまく使いながら戦っている方もおられましたね。でそして TOTY のハーランドですね。アタッカーの中で言うとハーランドは結構使われていたかなっていう風には思いますし、1位になった方かなもう TOTY のハーランド使っていて、空中戦がね、めちゃくちゃ強いね。この人をファーに置いて、それこそカフーからハーランドへのクロスとか、デイビスからハーランドへのクロスで落として中の選手で決めきるみたいな、そういうシーンがめちゃくちゃ多くって、ハーランドうまく使いこなしてるなっていうか、本当理不尽だなっていう風には見てて思いましたね。地上戦でってよりかはそういう空中戦でのなんかこう理不尽さっていうのを見てて感じましたね。本当止められへんなみたいな、感じで。で、かつやっぱりスキルもね、4なんで、ある程度スキルも使いながら、ドリブルだったりとかも若干は改善をされたんで、
地上戦だけで使ってもですね、十分強いっていう風な、そんな選手にはなりますね。もし Y のハーランドを使っているって方だったら、空中戦もね、ちょっと取り入れながら使ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。でそして金のエンバペですね。もちろんこの選手金でもね十分ではありますし、いろんな特殊がね出てきてる中で、一応 TOTGS のエンバペかなも使っている方はおられました。ここはスカット制限のその兼ね合いとかで金になるのか、他の特殊になるのかっていう風な形ですね。ただバペ自体は非常に多く、使われていました。ただね、これまでの FC プロオープンだったりとか世界大会の中では若干使用率は減ったかな。100% ではなかったっていう風な感じ。これまで 100% だったりとか 9.5 割とかに近かったんですけど、みんなバペみたいな感じだったんですけれども、この Y の環境と、あとはウィーク8のスカット制限によって、若干減ったかなっていう風なところですね。ただ7割、8割ぐらいは、全然使われていた選手にはなりますね。でそしてついで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。まずはキーパーサールですね。チェフの代わりにサールが、多く使われていたという風なことになっていて、あとはミンジェですかね。この TOTY のレナードに変えてミンジェ、だったりとかを使って、ましたし、あとはこのダイクかな。ダイクミンジェとかのコンビも少なかったんですけど、いました。その中で言うとディフェンダーね、Y のカードとかいないっていう感じになるんですけれども、ここに誰か Y の、例えばバトレとかを入れていたっていう風な感じにはなるので、そこはうまくセンターバックに Y のカードがいなくなったとしても、サイドバックとかに入れ込んでいたっていう風な方がおられましたね。で、また、デブライネの代わりに、ロドリだったりとかを入れていた方もいましたね。デブライネとロドリのこの共演っていうのはなかったので、その中でやっぱロドリを優先して使っている方っていうのもおられました。またタイプは違うんですけれども、スカットの中で、ボランチの選手としてロドリ入れても全然いたなというふうに思いますね。でそしてアタッカーですかね。クルトワはねスタメン起用っていうよりかはスパサブで途中から出てくるっていう選手でしたね。結構多かった。ベンチに入れてる方が、意外といましたし、値段もね、結構だいぶ下がって安くなってはいますので、その中ででかさと、あとは速さっていう風なところも若干、ある選手にはなりました。あとは空中戦もね、強い選手になりますので、その中で結構入れてる人が多かったなという風に思いますね。で、そしてジノラですね、ジノラ。ジノラも、結構使われていた選手になりますし、ただね、ジノラもバペ同様に若干は減りましたかね。若干は減った。十分使われている選手で、このトリプルスレッドのバージョンのジノラも結構見たんですけれども、ただですね、100% これまでの使用率よりかは若干減ったなっていう風な印象ですね。でそして、デンベレですかね、デンベレ。デンベレも、使われてました。RTTK ですかね。で、使われていた選手にはなりますし、普通にこの人も、十分強い選手で、スタメンじゃなくっても、スパサブだったりとか、でのデンベレっていうのも、意外と、いましたね。で、そして、あとはハンセンですかね、ハンセンなんかも結構使われて、いまして、まだまだこの人も強い選手にはなりまして、TOTY ではなかったんですけれども、まだ使っている方もおられました。ただ、ハンセンに関しても、ジノラだったりとか、バペ同様に、これまでの、FC プロオープンだったりとか、世界大会の中では使用率若干、減ったかなっていう風には思いますね。で、そして、あとはペレですかね。ウィンターワールドカードのペレ。このペレも少なかったんですけれども、使っている方は、おられましたね。おそらくこのウィンターワイルドカードアイコンのね、ペレだと思うんですけれども、本当に使用率的にはそこまでなかったんですけれども、めちゃくちゃ強い選手でしたね。この人持ってたらマジで勝てるみたいな、カードになりますし、これにね、ペレに結構、コインを使ってしまうんですけれども、そうしてもいいと思えるぐらいの、強さを発揮は、していましたので、改めてね、やっぱり強いなっていう風には思いましたね。で、そして、あとはリベリーですかね。リベリー。ハーランドが、いない、もしくはですね、ハーランドの特殊
をちょっとグレード下げる。ダイナスティとかに下げて、アタッカーの TOTY アイコンとしてリベリを入れているっていう方もおられましたね。やっぱりこの人もめちゃくちゃ強い選手に、なりますし、ベースの頃もね、よく世界大会に出てきてた選手にはなりますので、今作ね、新しく追加された選手ではありますけれども、改めてやっぱり強いなと、この人も感じますね。この人自体は結構使ったことはあるんですけれども、かなり強さがある選手で、決定力も安心してね、決めきることできますし、パスもね、うまいので、アタッカーとしては最適だなというふうには思いますね。で、そして続いて Y のスミスですかね。こちらハーランドに変えてという風な感じで、スミスも結構使われて、ましたね。かなり使用率的にはスミスはまだ高かったかなっていうのは思います。ハーランドに次いでアタッカーの Y のカードとしては使われていた、選手で、まだ Y のアタッカーの中では安い選手にはなりますし、その分、まだコスパはいいのかなっていう風には思いますね。速さとね、細かさとシュートもね、ある程度うまい。レーザー80ですけれども、決めきってくれるシーンっていうのが多かったりはしますので、この人もアタッカーとして相手からすると止めづらい選手にはなってましたね。またクイックステップとか、あとはテクニカルのプラスがね、2つついてるっていうのもいいところなのかなというふうに思いますね。という感じ、こちらが FC プロオープンウィーク8で使われていた選手たちになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。